がすごいんですよね。なんか知らないけど本当に最初に後悔しましたね。ああ、まだ会社員でやっておけばよかった。真っ青だった。この道が正解かは分かんないけど、もうこれを正解にするしかないんで。大変ですよね。目的来店、はい、もうここめがけてこないと来ないんで、今この通りもう行き止まりじゃないですか。一本向こうの道にみんな行くんですよ。だからあっちからよく電話がかかってきて、正直午前中とか昼過ぎ逃したらもうお客さんがあんまりもうほとんど来ない。地域性もあるんですけど、そこまでじゃあ夕方から出るかって言ったらそういう文化じゃないし、大通りにあれば、ついで買いは多分見込めるんですけど、本当に来てもらわないとどうしようもないんで。でも仕込み開始0時半で早すぎません？これが原因なんですよ。これ今何作ってらっしゃる？今リュスティックなんですけど、こねて今から焼き出すのがこれ6時ぐらいなんですけど、それまで発酵取るんで、イーストを使ってるんですけどちょっと少なめなんで、じっくり発酵させる感じになるんで。だいたい8時間1日の分作って8時間仕込むみたいな感じです。9時ぐらいで折り返しみたいな。定休日は月火であるんですけど、もう仕込みで基本的にもう夜中からやってたんで、朝もこんな時間なんでめっちゃ大変ですね。本当に遊びで作ったのは大学生の時に家で作ったんですけど、でその時にパン屋さんでアルバイトをして料理とかは好きだったんですけど、それがなかったら特に志はないと思うんですけど艶がすごいんですよね。なんか知らないけど水分量ちょっと高めではあるんですよ、このパン自体。もともと新卒で広告の営業に入ってるんですよ。でその時に飲食の人とちょっと携わることが多くて、自分でもやっぱりやりたいなっていうのがあって、3年してで前の会社辞めさせてもらって、営業の仕事自体は楽しかったです。その広告営業は楽しかったです。全然辛い思いもしたんですけど、でもなんかやっぱりやりがいが一番あった仕事だなとは思うんで、面接の時に言ってるんですよ。いずれ起業して辞めたいって。それで取ってもらってたんで、多分上司からしたらああってぐらいだったと思うんですけど、もうやるなら早いうちの方がもういいなって思って、やっぱもう体力仕事じゃないですかって考えた時に、もう早いうちじゃないとどんどん苦しくなるなと思って。
パン屋さんの経験はその大学のバイトの時だけなんですか？と社会人になってで逆効果に行ってで地元戻ってで最後に地元のパン屋さんにちょっと入ってでって感じなんで、パン屋さんのオーナーさんからしたらめちゃくちゃ修行期間っていうのは何もう本当ほぼ記事に関しては独学って言ってもいろいろ本読んで、最近 YouTube とかやっぱ上がってるじゃないですか。ああいうの見てパン屋やる以前から自分がパン屋やったらどういうの出したいみたいなの遊びで考えてて。アルバイトの時はよくあるチェーン店だったんで、ある程度のものはもう出来上がってるんですけど、それがなかったから一から何かを作ってそれをつないでいって、性格上なんていうんですか、見よう見まねは得意っていうか部分があって、でも奥が深すぎてパンに関してはもう毎日違うし種類もいいしっていう面でちょっと怖いなと思って、それがあって一回ちょっと離れちゃった部分もあって、本当に最初に後悔しましたね。まだ会社員でやっておけばよかった。多分今思えばそれが当たり前、分かんなくて当たり前だったんですけど、そういう経験をしたことがなかったから、今だったらそういう雇ってもらってるから自由にって言ったらあれですけど、もっといろいろやればよかったなって本当ずっと後悔してるんですよ。だから今の店もそうなんですけど、もうそこのお店にいたことを糧にやってるっていうか。人生のどん底だった。オープンですね。地獄は今まで味わったことなかったです。もう商品が並べられなくて、全然時間に間に合わなくて、でもお客さんはどんどん並んでいって、もう戻りたくないですね。だから時にかけてた曲があるんですよ、有線で。それを聞くともうフラッシュバックする。思ったようにいかなかった。もう全くもう何もできないというか、もう手が動かなくなっちゃったんで。知り合いが言ってたんですよ、真っ青だったって。
ともとその集団で過ごすっていうよりも、こうやって個人で過ごす方が好きだったんで、一人の方が好きってわけでもないし、でも一人の方が楽ではあるんですよ。こう朝来てずっと作ってやるのは、ここに来ればまだいいんですけど、朝起きるのが苦手なんでそこを乗り越えれば、ここに来ればまだもうやるだけっていうかの方が多分自分の中でやってる感が出るんで。パン屋さんには相談してないですか？一切してないですね。相談できる人いないんです。ないですね。結局多分パン屋さんじゃないとわからないし、だからそういう部分でももうちょっとちゃんと一つの店舗で働いておけばよかったなっていうのは思うんですよね。そういう時に相談できるし、多分一番分かってくれる存在になってくれる方。ずっと不安です。大丈夫かなってもうずっと変わんないです。お客さんが来て完売したところで不安をずっと、完売した日でもずっと不安というか、大丈夫かなっていうのが、多分年数が経たないと変わらないんじゃないかなと思うんですよ。もう本当にずっとここに根付いていくっていうのができてないと安心はできないと思うし、まだ1年しか経ってないから、いつ終わってもおかしくないかな。で今一応平日で多分60種類ぐらいは並べてるんですけど、不安だからもう新しいのを常に考えてないと怖いっていうか、ずっと多分恐怖心でやってる。妻とか家族とかスタッフもいるんですけど、新しいの出さないでくださいって言われるんです。出してないと怖いし、結局なんか残るのがやっぱり怖いんで、飽きられたかなって、ずっとその恐怖心がずっとあるんで、もう常に新しいのを考えて出せるタイミングで出してっていうのをしてないとダメになりそうっていうか、自分が。パン屋やるって聞いた時、どう思いました？勘弁してよって思い勘弁してよって思いましたもう大変ですよね。もうバタバタでした。こうやって手伝いにいつも来てらっしゃるんですか？そうですね。私よりお嫁さんの方が大変と思うけど県内にその造形アートを得意とされる方がいて、モルタル造形っていうのを入れてもらって、船自体は中発泡スチロールなんで、表面にそのモルタルを塗って、もう手作業で全部木の質感。
構そうなんだ。働く時間が長すぎて倒れないかなっていうそっちですね私もともと先月仕事を辞めたんですよ。でこっちに入ったんですけど、そこでお客さんとしてパン屋されてる方とかがいらっしゃっていろいろ話聞いてたんですけど、やっぱり12時半からここで働いてる人とかいなくて、こっちとしてはやっぱ体が資本だから少なくして新商品とかももう少し落ち着くのではって思うんですけど、もう言っても言うこと聞かないんですよ。何ですかこれ。これバター醤油作ってて、きますよ。こんな感じです。ただのテープはまだ来てない。この道が正解かは分かんないです。もうこれを正解にするしかないんで。そうですね、1年目はもうとりあえずシャラに一日一日を過ごしてきたんで、ちょっともうあんまりもうオープンの時の印象が強すぎて他が薄れるぐらいなんですけど、2年目はもうちょっともう、今来てくれてるお客様に対しての、パンの提供をもうちょっと意識して、自分のできる今最大限のもっともっとちょっとずつ磨き上げてっていうのが多分今できること